今回の産業まとめ。全く入ってないけど生わさび。流通業者も処分対象。今のところ謝罪なし。韓国食品医薬品安全所は生わさびと表示しながら実際には西洋わさびなどしか使っていなかった商品を販売した企業らを摘発しました。食品等の表示、広告に関する法律違反の疑いで、大手流通企業を含む9社について行政処分を行い、関係機関に捜査依頼をしたと発表しています。西洋わさび、ホースラディッシュ、わさび大根と呼ばれているものは本わさびと比較し、5分の1から10分の1ほどの価格だということです。本わさびと西洋わさびは全く別の植物で、使用部位も異なると説明されています。ある商品は本わさびを 100% 使用したと表示しながら、実際は粉末にした西洋わさびのみを使用していたようです。別の企業は本わさびと西洋わさびの粉末を混合していると表示していましたが、実際には西洋わさびだけだったようです。最も多かったのは、生わさびという商品名を使っておきながら、わさびが全く使われていないというパターンです。こうした違反を行った5つの製造業者を摘発し、Eマート、ロッテショッピング、ホームプラスなどの4つの流通業者も処分対象としました。これらの虚偽表示商品は数千万円から数億円の売り上げを上げていて、韓国国内は不正表示わさびで溢れていたということになります。処分対象となった企業のホームページには、今回の処分に対するコメントなどは表示されていないということです。編集所感。今回の概要。まがいものだらけの韓国わさび。日本の場合はどうなってる？問題はわさびだけ。私は別にわさびを好きではないのでああいう市販のチューブわさびを買ったりはしませんが、眺めたことくらいはありますよ。日本でも本わさび入りなんて書いてあるものは 100% わさびではなくて、西洋わさびが混ざっているもの、くらいの知識はありますよ。市販されているものは保存性を高めるために色々混ざっていますが、日本で販売されているもののほとんどが主原料はわさびのようですね。一方で韓国の偽わさび製品を見てみると、主原料が西洋わさび、パッケージにはひらがなで、わさび、と書かれたりしています。少しもわさびが入っていなくても表示しているというのは明らかな問題。日本だと大問題になりますね。西洋わさびは大根のように白いので、韓国の偽わさびには青色1号と黄色4号という着色料で緑を出すのが定番のようですね。おそらく日本では見られないような発色をしているのか、それとも調整してそっくりの色にしているのか。日本で売られている製品は私が今調べた限りでは全て無着色ですね。西洋わさび比率が多いものでもそうですね。まあ、チューブから出して真っ白だったらさすがに韓国の消費者も気づきますよね。ただ、かなりの量が大手で販売されていたようで、韓国ではその偽わさびを本物と思って使っている人が多くいたということです。実際どの程度違うのかはわかりませんが、比較しなかったらわからないのかもしれませんね。いろいろな製品の原材料を見ていてふと気づいたのですが、生わさび 100% 中国産とかありますね。なるほど、中国でもわさびを生産しているようです。その他にも台湾、インドネシアで生産しているという情報もありますね。おそらく日本製よりは安いであろう中国製わさびを表示しておきながら、それすらも使わずコストを下げる違法な努力には頭が下がりますよ。どうせなら日本製って書けばよかったのに、反日不買運動で中国にした方がマシだったのかな。ハウス食品のおろし生わさびという商品が西洋わさびを使用していて、しかも本わさびよりも比率が高いようですね。あ、これは西洋わさびは中国産で本わさびはインドネシア産とありますね。こうやって追求していきますと、例えばスーパーで売っている寿司や刺身のわさびはどうなのかとか、回る寿司のわさびはどうなのかとか追求したくなりますね。それにしても各メーカーが、私が見る限りでは何の謝罪もせず、今は全く同じパッケージで中身はきちんとして売っているようですね。この神経の図太さには驚きますよ。ちょっと古い商品があったら外れを引くってことですよね。近所の食料品店の売れ残りなんて、下手したら外れかもしれません。回収とか賠償とかしないのかな。低コストのまがいものを売って巨大な利益を上げておきながら知らんぷりだなんて。
ちょっと食品医薬品安全所の発表した内容では具体的にどのような処分が下されるかはわかりませんが、懲罰的な激しいものではなさそうです。この報道自体もニュースサイトでは静かにそっと掲載されていただけで、下手をしたら一般の人の目に留まらなかったかもしれないですね。あ、ネイバーに掲載されている毎日経済のコメント欄は盛況のようで、これで多くの人の目に触れたようでちょっとほっとしました。でも他のメディアが全然報じていないですね。今回摘発されたメーカーのうちの一つ、ポットリは、以前中国産ワカメを国産と称して売って摘発されたようですね。下請けのせいにしてるけど。こうなると何もかもが怪しくなってくるので、全般的に調査した方がいいんじゃないかと思います。まあ、これだけを取り上げて韓国の食品は信頼できないというのはちょっとあれですけど、まだまだありそうですね。一社だけならまだしも、複数社が同様のことをやっているというのは衝撃です。わさびってツーンとくるよね。まあ、そうだね。わさびって日本のものなの？そうらしいね。日本で売ってるのも混ぜ物があるって知ってた？そうなの？知らない。それって悪いこと？別に悪いことじゃないよ。ちゃんと表示してあるしね。何か違うの？いや、知ってたらそれを聞きたかったんだけど。わかんない。気にしたこともなかったよ。今度買うとき気にしてよ。今は家にはないんだよね。一人暮らしだと意外と使わないでしょ？いや、私はそもそもわさびはお寿司屋さん行った時くらいしか縁がないけど。ゆるりんわさびダメだよね。今はもう食べられるよ。それ古い情報。そうなの？でも昔お寿司屋さん行った時サビ抜きにしてたよね。だってツーンとくるじゃん。それがお子ちゃまだってこと？あ、ちなみにお醤油もつけないよね。基本的に何もつけないね。お塩つけると美味しかったりするよ。そうなの？お寿司に？お寿司にはしたことないけどお刺身とかステーキとかにちょっとつけるお塩は美味しいよ。塩とか醤油とか中毒性あるからさ。あれって癖になるよね。私の家のはイタリアンロックソルトだよ。時々汗かいた時にちっちゃい塊をペロって舐めるよ。ふふふ。夏は水分と塩分が必要らしいよ。遠慮しておきます。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。昨日 NHK でフェイクバスターズって番組があったの。それがね、すごくタイムリーな内容だったんだよ。ワクチンのデマが流行っているって話。反対意見とデマは必ずしも一致するわけじゃないと思うけどね。ワクチンは危険という情報を信じてしまって、しまいにはワクチンを打った人の近くにいるのも危険だと言い出して、離婚の危機という内容だった。それちょっと面白そう。オチは復縁してしまったからつまんないんだけど、私の友達がちょうどこれと同じような状況なんだよ。あの例の子ね。ワクチンは危険っていうデマ情報20万件を分析したらね、国内のデマ発信源は20ほどのアカウントだったんだって。その20アカウントから日本中に広まったんだよ。それで昔の出来事を思い出したの。別の友達の話なんだけど、その友達が30万円くらいする自己啓発のセミナーに通っていたんだ。そのセミナーの最終課題は、知り合い3人をセミナーの説明会に連れてくるってことだったの。よくあるパターンだね。それで私に声がかかったの。嫌だって何度も言ったんだけど、他にいなかったらしくて、説明会に参加するだけだからお願い。ランチおごるからってしつこく言われて行ってきたよ。大丈夫だったの？30人くらい説明会に参加してたんだけど、ほとんどが桜っていうの？セミナー会員の人たちで、初めての参加者は私を含めて4、5人だけだったと思うよ。意外としょぼいね、それ。なんだか異様な雰囲気で盛り上がってて、それが不気味で周りをキョロキョロ見てたから説明会の内容は全然聞いてなかったの。だって、講師が何か言うと周りが満面の笑みでみんなコクコクって激しくうなずいたり、突然、ありがとうございますって声を揃えて叫んだりするんだ。宗教がかってるね。セミナーの説明会が終わってから案の定、入会の説明で知らない人の前に座らされたよ。入会する気ないよって態度をしてたら、あなたのお友達はあなたのことを思って連れてきてくれたのですよ。
自分を高めたいと思わないのですか？そのままでいいんですかって言われたんだ。そもそも話聞いてなかったんでしょ？うん。だから全然入る気なくて。で、その間私の友達を私の後ろに黙って立たされてたよ。それで、私の両隣に座ってた人も別の人たちに説明を受けてたんだけど、いつの間にかその両隣の人は入会申込書に記入してた。あなただけですよ、とか言われて、ひえーってゾッとしたよ。同調圧力ってやつだね。あの両隣ももしかしたら桜だったのかな？その可能性は高そうだね。その時社会人になったばかりで本当にお金なかったから、私は説明会だけ来てって言われていやいや来たんです。さよならって友達をほったらかして逃げ帰ってきたよ。建物を出てから会員たちが追いかけてくるんじゃないかって振り向きながら一目散に駅に向かったのを思い出したよ。それ追いかけてきてたらカルト集団だよね。その友達とはそれ以来、仲良しじゃなくなっちゃったけど、年賀状とかはいつもやりとりしてるんだよ。皆さんも何か迷ったらまずは一度逃げてみてね。意外と強かったね、白雪さん。